こんにちは、エコロジストの太田です。今日は地球温暖化と気候変動の違いについて話していきたいと思います。地球温暖化っていうのは、だいたい皆さん地球の気温がだんだん上がってるっていうのは想像がつくと思います。一方で気候変動は干ばつだとか豪雨だとか雨に関することも含むんですね。なので地球温暖化は気候変動のうちの一つって考えてもいいと思います。ただ雨に関する変化っていうのは気温の上昇が大体原因となっていることが多いので、地球温暖化によって起こる気候の変化が気候変動だと考えてもいいと思います。気候変動を理解する上で重要なのは気候と天気の違いを知ることです。天気っていうのは皆さん今日の天気、明日の天気気になりますよね。今日とか明日とかの特定の時間でのその場所での気温だとか降雨量っていうのを天気って言います。一方で気候っていうのは、例えば毎年8月気温はこれぐらいだよねとか、6月雨これぐらい降るよねとか、北海道は九州より寒いだとか、地域レベルでのある一定期間での天気のパターンっていうのを気候って言います。なので一般的に地球温暖化で気温が上昇してるっていう時は、ここ最近の10年20年30年のある場所での平均気温が産業革命以前の10年20年30年の平均気温より上がってるっていうことです。なので例えば8月のある日めちゃめちゃ今日暑くてこれ地球温暖化じゃんって言ったりする時あるじゃないですか。そういう時って地球温暖化で本当に平均気温が上がってるからかもしれないし、または8月毎日一定の気温っていうわけじゃないので、そのちょっとした天気の毎日の変化の差っていうので起きたちょっと暑い日だったりってする場合もあるんです。さっき産業革命前っていう言葉が出たんですけど、だいたい地球温暖化とか気候変動のことを話すときは、ここ最近10年20年30年の平均気温または平均の雨のパターンっていうものと、産業革命以前の10年20年30年の平均っていうのを比べることが多いです。地球温暖化によって気温が上昇すると、単に私たちが熱い思いをするだけじゃなくて、地球全体の水の循環に大きな影響を与えるんですね。水っていうのは雨が降って土に染み込んで、それが川だとか湖に流れ込んで、それが蒸発して雲になってまた雨が降るっていう循環があると思うんですけど、例えば土壌がキープできる水の量だとか、あと雲から降る雨の量だとか、そういうものって気温によって左右されてるんですね。だからこの気温がちょっと変わってしまうだけで、そのサイクルのバランスが崩れて、例えば一気に雨が降っちゃったりとか、または全く雨が降らなくなったりとかっていう異常気象が頻繁に起こるようになってきます。気温に関しては地球上のどこでも将来同じぐらい上昇するって考えられてるんですけど、雨に関しては本当に場所によって違います。雨がもともと少ない地域、アフリカとか中東とかアメリカの西の方だとかっていうのは雨がもっと少なくなるって予想されてます。一方で日本みたいに雨がもともと多い地域に関しては雨がもっと増えるって予想されてます。でも平均的にいい感じで増えるんではなくて、台風だとか豪雨だとかっていうのが頻発するって予想されてます。なので、気温が1、2度上がったぐらいなら耐えれるよって思うかもしれないんですけど、それが異常気象がもっと頻繁に起きるって考えたら、単に暑いのを我慢するだけじゃなくなるっていうのは皆さんもう分かりましたよね。異常気象で災害がたくさん起こるって考えただけでも怖いんですけど、他にも気候変動によってもっと怖いことたくさん起こってしまうんです。例えば野菜が育たなくなって食料を十分に供給できなくなったりとか、飲み水が確保できなくなったりとか、あとは変なウイルスを持った虫たちが今まで寒くて生息できなかったところに生息できちゃったりして病気を広めたりだとか、あとはオゾンの関係で空気汚染も進んでるって言われてます。では実際どれぐらい気温が上がってるのかっていうと、産業革命前から10年に 0.2 度のペースで現在は気温が上昇してるっていうふうに報告が出ています。産業革命前の1850年から1900年の50年の平均気温と比べると、2006年から2015年の10年の平均気温は 0.87 度高いって言われています。たった 0.87 度上昇しただけでも最近暑いよねとか異常気象増えたよねとか思う人多いかもしれません。
国際社会はこの気温の上昇を何としてでも1.5度、産業革命前から比べて1.5度に抑えようとして頑張っています。気候変動には A point of no return っていうものがあって、この気温の上昇を超えてしまうとどれだけ発排出量を削減してもカーボンニュートラルにしてももう元の気候には戻れない、手遅れだっていうポイントがリミットがあるんですね。でそのリミットが果たして 1.5 度なのかっていうのは研究者の間でも意見が分かれています。1.5 度だっていう人もいるし、もうすでに手遅れだっていう人もいるし、あと10年20年後だっていう人もいるし、さらにはもう今社会が一致団結して頑張れば大丈夫だっていう人もいますけど、意見は様々です。今日の話をまとめると、地球温暖化というのは温室効果ガスによって地球の平均気温が10年に 0.2 度のペースで上がっているということ、そしてその地球温暖化によって地球全体の水の循環のバランスが崩れて雨などの気候が変化することを気候変動ということを学びました。これ以上地球温暖化が進むと気候がますます異常になってしまうので、私たち一人一人が日々の生活の中でどれぐらい温室効果ガスを排出してるかなっていうのを見直して、将来の生活を守っていきましょう。